皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、当チャンネルの4つの主要テーマの1つ、証券会社による各銘柄に対するレポート、あるいは買い推奨、売り推奨といったようなレーティング及び目標株価、このデータともう1つ、空売り機関投資家の各銘柄に対するポジションの動向、新たに空売りを構築しているか、あるいは買い戻しが進んでいるのかというデータ、この2つの関連性というのを見ていく企画になります。なぜこのような分析をするかと言いますと、空売りの機関投資家というのは、ポジションを構築する際に、銘柄の株券調達を証券会社に依頼するわけですけれども、同じ銘柄で証券会社が買い推奨、売り推奨とレーティングを出している場合というのは、もしかしたら空売り機関投資家の動向に合わせてメリットになるような言い方を変えれば忖度をしているレーティングをつけているんではないか。実務上はなかなかありえませんけれども、そういった裏に隠されたような動きというのを探していきたいというテーマになっています。ですので、この両者の関係性と株価の動向、これを中心にご紹介していくとともに、そもそも証券会社のレーティング、ちゃんと当たっているのかどうか、あるいは空売り機関の投資家が買い戻しを進めている銘柄というのが上がっているのかどうか、そういった観点でもデータをご紹介したいと思います。まず証券会社のレーティングについて、主要な証券会社といいますと、外資含めて20社近くありますけれども、各銘柄に対するレーティングの評価、5段階、4段階、3段階と分かれています。ですので、分析をする際には、一番左側の色がついたプラス2からマイナス2の評価に一律変換して行っています。5段階評価の証券会社だとそのまま当てはめることができますけれども、例えば3段階の評価だと、プラス2、0、マイナス2となりますし、4段階の評価は0以外のプラスあるいはマイナスというふうに割り振りが行われています。それではまずは、空売りの機関投資家がどのような動向をとっているかというのをご紹介したいと思います。こちらは昨年末から1月の中旬にかけての空売り動向ですけれども、一番左が銘柄名、そして空売りのポジションが構築された日、あるいは解消された日ですね。誰がそのポジションを動かしているのか、空売りの機関投資家の名前ですけれども、こちらには仲介している証券会社の名前が入っていることが多いです。そしてポジションの株数変化と流通株に対する比率、さらには変化株数がどれぐらい上乗せされたのか、あるいは解消に向かっているのかというのを示した表になっています。そうすると一目見てお分かりいただけるように、空売り機関投資家メリル・リンチが年末年始にずらっと並んでいる。これによって今回年末からデータを取ったがために、ほとんどがメリル・リンチで占められてしまい、分析上邪魔な存在ではありますが、具体的な名前見ていきますと、日立、武田薬品、丸紅、一つ飛ばして富士フィルム、優先、こういったところは12月30日に空売りを取って、1月の6日に解消を行っていると。年初。要するに年またぎを1日だけしているというポジションの取り方になっています。さらにはその空売りの比率、右側をご覧いただきますと、日立と武田薬品は同じ 1.31%、丸紅は 1.76% で、富士は少し少なくて 0.85%、優先は一番大きくて 3.2% と、さらに 9.3% と入っているところは双日とかなり大きな割合ですが、結構規則正しいような比率の持ち方になっています。例えば日立や武田薬品の 1.31 を基準に考えると、丸紅はその 1.5 倍、優先は2倍、そして双日は6倍といったような、何かのファンドが年末年始のリスクを取りたくないがために、一旦空売りを行って実質のポジションをだいぶ削減している、リスクヘッジを行っているように見受けられます。年末年始と言いますと、日本がやはり一番世界の中では休みが長いですので、その日本の休日の間に大きな下落に見舞われた場合には対応ができないといったような一環の動きでしょうか。そういったメリル・リンチの動きを除いて注目になってくるところ見てみますと、後ほどご覧いただきます一番下、ゴールドマンサックスの空売りする空売りポジション、あるいは下から5番目、高島屋キャピタルというところが12月の23日に空売りポジションを構築しています。皆さんもご存知の通り、シークの登場以降、半導体関連の銘柄というのは、再びボラティリティが高い展開、下がったり上がったりとなっていますけれども、その資金の逃げ道の一つになっているのが内需関連の銘柄ということで、後ほど三越伊勢丹データをご覧いただきますけれども、そのあたりの空売りポジションも解消が進んでいるといったような状況です。また先ほどのリストの続きになりますけれども、今度一番上に来ているゴールドマンサックスの空売り仲介と
モルガン・スタンレーの空売りポジション。この2社ポジション取りというのは非常に激しい競争、取り合いというのが見受けられますので、具体的に後ほどご覧いただければと思います。昨年末から先月にかけて大きな空売りの変化があったのはご覧のリストの銘柄ですけれども、このままだと少し全体像として分かりにくいということで、銘柄ごとに集計を行います。そうすると、空売りの増減比率が大きいのは、一番上レーザーテック、そして太陽誘電と三井 E&A と続きます。また以前当チャンネルでご紹介して業績絶好調だった丸は最近は崖のような下落を見せていますけれども、この辺の空売り状況というのも気になるところです。こういった銘柄は直近下落トレンドですので、空売りのポジションは利益が出ているというふうに推測されますけれども、一方で株価が上がっていっている中で、新たに空売りのポジションを構築して、ここからの反落を狙おうということでポジション組まれていそうなのが、これは先ほど詳細なリストの方でご覧いただいたゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの競争を伴う激しい動きですね。直近までの最新のデータ更新では4位から1位まで上がっていくほど空売りの動きは激しいものとなっています。逆に買い戻しが進んでいる銘柄どんなものがあるかと言いますと、先ほど内需関連の銘柄が非常に好調だと申し上げたように、三越伊勢丹や高島屋といったところが空売りポジションの解消に進んでいます。ですので、買い戻しが進んでいる銘柄というのは新たに売りのポジションを構築する輩がいなければ、順調にここまで下がってきたものから上がっていくんではないかというふうに思われますけれども、先ほどの空売りポジションが構築進んでいる銘柄というのは2パターンあって、ずっと下落トレンドになっているところを今から鞘取り狙おうというところ、今から入っても鞘取りが狙える、それぐらい売りの圧力が強いといったような銘柄と、もう一つのパターンは過度に上がりすぎているので、今がピーク、ここから下がってくるんではないかというような思惑ですね。それではここからは具体的な銘柄、先ほどピックアップした4つほどご覧いただきたいと思いますけれども、まずはレーザーテックの証券会社の評価、レーティングがどうなっているかご覧いただきますと、左からレーティングが変更された日付、対象の証券会社と、レーティング0が中立、2が強い買い推奨、マイナス方向は売り推奨となっているもの、そのビフォー変更前とアフターの変更後ということになっています。そしてターゲットと書いてあるところ、目標株価の変更前と変更後ですね。一番右証券コードがレーザーテックを示す6920ですね。そうすると、年末からレーティングの変更はあまりありませんけれども、目標株価の変更がかなり進んでいて、各証券会社とも大幅に目標株価を引き下げております。そして一番最近引き下げを行ったのは1月末のマッコーリーですね。このマッコーリーという証券会社は、以前の同じような分析では、それなりにレーティングの精度の高い証券会社となっていましたけれども、一番引きつけてからターゲットのプライスを変更した。おそらくこの元々のターゲットプライス 17,650 円を割り込んできたので、さらにもっと下がりますよというふうに変更してきたと考えられます。実際レーザーテックの半年間の株価推移ご覧いただいてもこちら、昨年は3万円、4万円といったような株価ついていましたけれども、トレンドは一貫して右肩下がり、マッコリの 17,000 円、これも割り込んで15,000 円台となっていますが、足元のところ少し平たくなってきた、ようやく下げ止まりも見えてきたような動きにも見受けられますが、これがですね、空売りの機関投資家が、でもこのあたりでですね、もうすでに大きな利益を得られる、買い戻しを進めても問題ないといったような動きに見受けられます。ということで、この1ヶ月間だけでご覧いただきますと、こちら、上げ下げが交錯しているような状態ですね。値幅にしますと 14,500 円から 16,500 円と、だいたい株価に対して 15% 程度の幅で上げ下げを繰り返しています。実際にどのような証券会社が仲介している空売りポジションの変更が見受けられるかと言いますと、1月末のところですね、一番右の列、空売りのポジションの構築がプラス、買い戻しがマイナスの表記で株数示しております。一番上 JP モルガンは1月末から大きな空売りのポジションを取っている。一方でモルガン・スタンレー1月30日にマイナス27万株、1月28日にはマイナス20万株とかなり買い戻しを進めています。こちらの表をですね、証券会社関わりなく日付ごとに合算してどのタイミングで空売りあるいは買い戻しが大きく出ているかグラフにしてご覧いただきますと、こちら一番右側が1月末、左側は
12月末となっていますが、年明け以降大きな空売りのポジションが1週間、2週間ほど続いた後に、足元のところでは下側の方、つまり買い戻しがいくつか見られていると。ですので1月中旬までの売り圧力からは足元のところ少し買い戻しの動きも見られるということで、一時期の一方的な売りの圧力よりはだいぶ需給改善してきているように見受けられます。続きまして丸和ですけれども、こちら証券コードは5344。直近の決算より前のタイミングではかなり業績が好調だということで、ほぼ半年間一辺倒に右肩上がりで上がってきた。12月の9日には大和証券が目標株価を26,000から55,000にかなり大幅に修正を行っています。しかし、一番直近の決算でかなり期待外れだったということで、ご覧のように、一時株価は5万円をつけていましたが、足元3万7,000円と、だいたい 25% 近くの調整が入っています。ただこの丸和の決算に対しては空売りの期間が怪しい動きというか、事前に察知すると、言い方を良くすればそういう言い回しですけれども、察知というのか知っていたというのか分かりませんが、1月20日より前、決算が発表される直前直後のあたりでかなり空売りのポジション構築が進んでいます。買い戻しを示すマイナスに関しては900株や700株といった小さなものであるのに対して、ほとんどの売りポジションの構築というのはかなりの大きな規模で1週間で5万株近くの空売りポジションが構築され、さらに下旬のデータご覧いただきますと、この1月月末から足元にかけては買い戻しが一部行われていると。ちょうど真ん中モルガンスタンレーはその1週間前に構築された株数と同等の9万株の買い戻し、1月29日にはゴールドマンサックスもマイナス1万2000株の買い戻しとポジションクローズを行っているにもかかわらず、この青のハイライトのとこですね、シティグループ、ここは6万3000の新たな空売り構築を行ってきています。これがですね、買い戻し進んでいるにもかかわらず、再び新たな下落狙いをしている空売り期間が入ってきているせいで、なかなか上値の重い展開が続いているということで、同じように日付ごとにポジションの変化を合算しますと、こちら1月入ってから年初に大きな空売りがポジション構築されて、中旬、下旬にかけてもちょこちょこと入ってきている一方で、一番右側直近で買い戻しの方向、マイナスに大きなグラフが出ている。これが先ほどご覧いただいたモルガンスタンレーの9万株。これ一気に解消したにもかかわらず、その翌日29日には再びシティが6万株の空売りを行うと。どのあたりで下げ止まるかというのが、この空売りの機関投資家の動向で影響を受ける。そもそもの株価が値傘株すぎるので、こういった空売り機関の動きというのがトレンドを左右しやすいと考えられます。ある意味ですね、9万株の買い戻しに対してまた新たに6万株の空売りとバトンを渡されたような形ではありますので、それでも少し差し引きしますと3万株の買い戻しとなりますので、こういった新たな下落狙いの空売りポジションというのがだんだんとトレンドとして棒グラフ減ってくれば、株価の底も近づいてきて反転していく見込みも立ってくるんではないでしょうか。続きは内需関連の銘柄見ていきたいと思います。足元のところで少し勢いづいてきた内需関連の銘柄ですけれども、それまではずっと上値が重い展開が続いてきた。特に3099三越伊勢丹ですね。レーティング自体はそこまで大きな変化はありません。ご覧いただいている年末年始のレーティング変更は、証券会社3社がわずかな目標株価の調整を行っただけ。一番大きくて SMBC 日興の2900円から3200円ですね。約 10% の株価上昇余地、修正を行っています。一方で年末12月の27日に JP モルガンが3400円から3300円と最も上値の重い展開が続いて、ようやく上抜けてきたかなというタイミングで唯一目標株価を引き下げてきた非常に不自然な形ではあります。トレンドに反しているわけですね。大体証券会社のレーティングというのは株価を後追いする傾向にはありますので、なぜこの少し改善してきたようなタイミングで引き下げを行ってきたのか。具体的に株価推移ご覧いただきますと、こちら半年で見ますと大幅な下落見えませんけれども、昨年前半に大きく株価が調整して、その後なかなか上がってこないといったような状況。2200円から2400円を横ばいで推移する展開が続いていましたけれども、12月入って以降ですね、年末にかけて2000
800円に向けて大きく上昇しています。モルガンはこのタイミングで目標株価を引き下げてきたわけですね。少し違和感があるといったところで、年明け急にトレンドを失って再び2400円まで下がってしまいました。これがもしかすると証券会社と空売り機関のつながりがあるんではないか、忖度のレーディングではないかと表現しているもので、株価のトレンドが上昇に向かっている時にわざわざ引き下げのレポートを発行することでトレンドを一度押さえつけて反転下落させる。これによって空売りのポジションを持っている証券会社が仲介している空売りのポジションというのが多少は救われるんではないかと、そういった動きですね。ですので、その動きの状況証拠となるかどうか、それが明確なものとは言えませんけれども、一旦下げておいて再び上がってくると、これは証券会社のレポートで多少株価を押し下げられて救済された空売りポジションが買い戻しに動けば当然このような展開が予想されるわけです。具体的に証券会社の動きをご覧いただきますと、JP モルガンではありませんが、モルガンスタンレーが青のハイライト1月23日、85万株の買い戻し、その前日1月22日には189万株の買い戻し、その前日1月21日には195万株の買い戻しと、とんでもない数量をですね、買い戻しを行っています。先ほどの株価のチャートでご覧いただいたように、年明け一度大きな調整が入ったタイミングで、ドカドカと100万株以上の買い戻しが何日も見受けられますね。一方で空売りのポジションはほとんど新たに構築されていません。こういった買い戻しされている空売りのポジションが約半年間ずっと上値を重い展開にさせていたんではないでしょうか。そしてこのタイミングでドカドカと解消に動いているために、ある程度ボラティリティを伴いながら内需関連の銘柄受け皿として上がっていく足元の局面に巻き込まれないように早いうちに買い戻しを行っている。そんな風に見受けられます。そして最後に、これは証券会社のレポートというよりは、空売り機関投資家を仲介する証券会社の争いが面白い動きとなっています。一応2432に対する証券会社からのレポートをご覧いただきますと、直近変更されたのは1月24日で、SMBC 日興証券が目標株価を1800円から2900円に大幅な引き上げを行っています。これ自体はですね、株価の動きに沿ったように、上昇トレンドの DNA の株価、特に1800円は超えていましたので、後追いで修正を行っている典型例ですね。2900円に修正しましたけれども、すでに2900円を超えているというような、こういったレポートはあまり価値のない評価に値しないと、当企画では後々証券会社ごとのレポートの価値が高いもの低いものというのを集計していきたいと思いますので、そちらも興味ございましたら、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。話を戻しますと、株価非常に堅調ではありますので、空売りのポジションが構築されていると、これは利益にはなかなかつながりづらい状況と、流れに逆行している空売りポジションということになります。この1ヶ月間のところで、空売りのポジション構築されているのと、買い戻しが解消されているもの、年始のところ、かなり大きな150万株の空売り構築されていますけれども、それ以降はですね、買い戻しが進んでいる。一方で、最も直近一番右側ですね、約4営業日、ずっと空売りのポジションがそれなりの規模で再び入ってきています。各営業日で50万株程度ですね。そうすると、A は今、業績好調で株価上昇傾向ですので、このポジションたちというのは反落を回っている状況になりますね。さて、これを仲介している証券会社がどこなのかと、冒頭の一覧でご覧いただいたように、DNA を斡旋しているのはモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスが中心と、そしてこの2社が激しい争いをしているということになります。1月30日のハイライト、モルガン・スタンレーが67万株、その前日29日にも29万8000株、さらにその前日28日は UBS が63万株、27日モルガン・スタンレーが再び20万株の空売りを行っています。一方で、ゴールドマン・サックスに注目していただきますと、29日はわずか2万株空売りを取っていますが、28日はマイナス6万株、27日はマイナスの11万株と、そしてこれどんどんと遡っていきますと、1月24日のモルガン・スタンレーの21万株の空売り、一方で同日ゴールドマン・サックスはマイナス25万株、買い戻しですね。23日はゴールドマン・サックスがマイナス13万株の買い戻し。さらに22日にはモルガン・スタンレーの13万株の空売りに対してゴールドマン・サックスはマイナス10万株と買い戻しと。この2社
競い合うように空売りと買い戻しを行っています。これ一見すると空売りポジションの激しい争い、上がっていくと思っている側と、こっから下がっていくと思っている側、これが競い合うようにポジションを取ったり外したりというふうに見受けられますが、逆に証券会社の裏側にいる空売りしている機関投資家が同じ場合は、この株に対して証券会社の中でのポジションを調整するために、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの利害関係が一致して、お互いに過剰あるいは不足している株のポジション数を融通し合っているというふうに考えることも可能です。とはいえ、この2社の空売りポジション、累積のところですね、ホールディングレートという項目ご覧いただきますと、モルガン・スタンレーは1月30日時点で約 4% の空売り株数。一方、ゴールドマン・サックスは約 1% ですけれども、最も高いところで約 1.5% と、あまり軽々しく無視できるような規模感ではありません。だいたい13万株が 0.1% ですので、モルガン・スタンレーに至っては500万株以上の空売り仲介を行っているという形になります。そうすると100億近くという金額規模ですので、裏側にいる空売りの機関投資家が今後どのようなポジションの推移をたどっていくのか、さらに下がっていくのを狙って積み増しを行ってくるのか、あるいはある程度損失は覚悟して買い戻しに進んでくるのかという差で、どちらかというとデーに関しては底堅い展開、さらに続くんではないかと。空売りのポジション余力がだいぶなくなってくればですけれども、そういった見方ができるようなデータ状況になっているんではないかというふうに見ております。ということで今回は当チャンネル4つの柱となるテーマの1つ、証券会社レーティングと空売り機関のつながりについて、そして具体的に4銘柄、データの状況をご覧いただきました。今後はですね、証券会社のレーティングに対する精度の評価、あるいは空売り機関投資家のポジション、含み益、あるいは評価損、どの空売り機関投資家が上手に立ち回っているのか、そういったところまでご紹介していきたいと思いますので、ぜひ高評価チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。